こんにちは、ますみです。本日は文字数制限のないチャット GPT を実装するためのアルゴリズムを解説します。本動画ではラングチェインというライブラリを用いて解説していくため、もしもラングチェインについてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず背景として、チャット GPT の Web サービスでは長文の文章を送信するとエラーになってしまいます。例えば次のように、次の文章を要約してくださいという指示のもと長文を入力するとエラーになります。現在 GPT-3.5 が扱えるテキストの長さは最大4097トークンで、日本語1文字が2トークンと仮定した場合、約8000文字が限界の文字数になります。GPT-4 では約2倍と8倍のトークン数に対応したバージョンがありますが、いずれにせよ上限は決まっています。ここで先ほど例示したような次の文章を要約してくださいという指示文の文字列と、要約をしたい対象の文章である使用データの文字列に分けることができます。ここからこの指示文の文字列と使用データの文字列がそれぞれ長文になってしまう場合の対処法を解説します。まず指示文の文字列が長すぎる場合は AI への指示を分割してステップバイステップで指示することで問題を解決することができます。例えば次の文章を英語に翻訳してから要約してくださいという指示の場合、英語に翻訳するという指示と要約をするという指示に分割することができます。実際にこのような指示の分割をプログラミングで実装したい場合は、以前解説したラングチェインチェインズというモジュールがかなり役に立ちます。次に使用データの文字列が長すぎる場合は、使用データの中から指示文と関連する文章を抽出する方法と、データを分割して分割されたデータの塊に対してそれぞれ処理する方法があります。一つ目の指示文と関連する文章を抽出する方法では、まず使用データの文字列をプロンプトに入力可能な長さの文の塊に分割します。次に分割された各塊の文字列をベクトル化、すなわちエンベディングします。そして指示文の文字列もベクトル化して、指示文と関連する文字列を分割された使用データの塊の中から抽出します。最後に指示文の文字列と抽出された関連度の高い使用データの文字列を入力としてチャット GPT などの AI を実行します。結果的に使用データの文字列が短くなるため実行が可能になります。例えばラングチェインについて説明した100ページの PDF があったとします。この時、この PDF の中の文章を1ページごとに分割して各ページの文章をベクトル化します。そこにラングチェインの環境構築方法を教えてと指示したとします。そしたらこの指示文をベクトル化して PDF の各ページのベクトルと比較してベクトルが近いページを特定します。するとラングチェインの環境構築に関して説明したページがヒットするため、そのラングチェインの環境構築について説明したページの文字列とラングチェインの環境構築方法を教えてという文字列を一緒にチャット GPT に入力することで回答を得ることができます。このエンベディングを使ったアルゴリズムのメリットとしては、チャット GPT などの LLM の実行回数が1回で済むことが挙げられます。デメリットとしては、使用データの全ての情報を加味できない点が挙げられます。また補足をすると、この手法はエンベディングを行う際に OpenAI の API を使用する場合は、チャット GPT などの LLM の API 料金と別で API 料金が発生します。最後にこの手法を実装したい場合は、以前解説したラングチェインインデクセズという手法をご参照ください。ここまで指示文と関連する文章を抽出する方法を説明してきました。次に分割されたデータの塊に対してそれぞれ処理する方法を説明します。この手法には現在3種類のアルゴリズムが存在します。1、マップリデュース、2、マップリランク、3、リファイン。それではここから次の文章を要約してくださいという指示を長文の文字列に対して実行したいという例をもとに順番に説明していきます。まずマップリデュースとは、長文の文章を分割してそれぞれの塊に対して指示文を実行して、最後にその結果を統合して再度指示文を実行する方法です。例えば1万文字の文章に対して要約をかけたい場合、まず5分割して2000文字ずつの塊にします。次に2000文字の各塊に対して要約をかけて400文字になるとします。最後にこの
5つの400文字の要約文を統合して再度要約をかけます。MapReduce のメリットとしては、口述する Refine の手法に比べて分割された文章に対して並列処理が実行可能なため、高速で処理ができる点が挙げられます。一方でデメリットとしては、先述したエンベディングをして関連文章を検索する方法に比べて ChatGPT などの LLM の実行回数が多くなってしまうという点が挙げられます。次に MapRerank とは、長文の文章を分割してそれぞれの塊に対して指示文を実行して、最後にその結果の中で AI が最も自信のある回答を採用する方法です。先ほどの MapReduce との違いとしては、最後に再度指示文を実行するのではなく、自信度の高い結果を採用する点です。例えば先ほどの例と同様に1万文字の文章に対して要約をかけたい場合、まず5分割して2000文字ずつの塊にします。次に2000文字の各塊に対して要約をかけて400文字になるとします。この時 AI に対してその要約に対する自信度も出力するようにします。最後に5つの400文字の要約文の中で最も自信度の高い要約を採用します。MapRerank のメリットとしては、もしも元の使用データの文字列の中に欲しい情報が1箇所に特異的に存在する場合、他の文章におけるノイズが混入しないため、MapReduce に比べて精度が高くなる可能性がある点が挙げられます。また、MapReduce と同様に並列処理が実行可能なため、高速で処理ができるという点もメリットになります。一方でデメリットとしては、もしも元の使用データの文字列の中で欲しい情報が散らばっている場合、MapReduce に比べて精度が低くなる可能性がある点が挙げられます。最後に Refine とは、長文の文章を分割して最初の塊に対して指示文を実行し、その結果と次の塊を統合して指示文を実行することを繰り返していくリレー形式の方法です。例えば先ほどと同様に1万文字の文章に対して要約をかけたい場合、まず5分割をして2000文字ずつの塊にします。次に最初の2000文字の塊に対して要約をかけて400文字にします。そしてこの400文字の要約文と2つ目の2000文字の塊を統合して要約をします。これを5つ目の塊まで繰り返していきます。Refine のメリットとしては、MapReduce や MapRerank に比べて精度が高くなる傾向がある点が挙げられます。一方でデメリットとしては、MapReduce や MapRerank のように並列処理ができないため、処理速度が遅いという点が挙げられます。これらの3種類のアルゴリズムを実行したい場合は、LangChain Chains を用いることをお勧めします。具体的な実装方法は次の動画で解説します。最後に、ここまで説明してきたアルゴリズムの特徴の比較表は次の通りです。必ずしも全ての場合においてこれらの特徴が適用されるわけではありませんが、私の見解としてまとめておきました。この比較表に関して補足をすると、使用データが長文のケースにおいてもしもコストを抑えたい場合は最初のエンベディングの方法をお勧めします。また精度を最優先したい場合は Refine がおすすめです。精度を追求したいが処理速度も優先したい場合は MapReduce か MapRerank がおすすめです。さらに欲しいデータが使用データの中で散らばっている場合は MapReduce を、1箇所に固まっている可能性が高い場合は MapRerank を使用することをお勧めします。以上、本日は文字数制限のない ChatGPT を実装するためのアルゴリズムを解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、ChatGPT の仕事の相談をしたい方や、ChatGPT の仕事に携わりたいフリーランスエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。